今買うべきベストカメラ整いました。どうもケイスケです。僕はねこう普段からカメラガジェットのことを発信してまして、もう来るやこうカメラの質問がで、大体ねもういつももう何ヶ月、2ヶ月に1回1ヶ月に1回、もっと頻度1週間に1回ぐらい今のおすすめのカメラは何ですかともう永遠に聞かれるわけですね。でいろんなねカメラの情報をこう持ってる中で、これが発売されたらちゃんと言おうと、これがベストカメラだわと思ったのがルミックスのカメラとかね、あったんで、ちょっと後ほど紹介するんですけども、そういうカメラも含めてねもう出揃いました。今出揃ってるカメラの中で買って後悔しないベストカメラ、もう僕の中で予算別にね選んでいるので、ぜひ参考にしていただいて、これからこのカメラ買ったらいいんだと、このカメラ買ったら後悔しないんだっていうのを知って最後まで見てってくれると嬉しいなと思います。早速いってみましょう。ケイスケの動画。はい、ということで改めて今回はベストカメラの話なんですけども、整いましたよ。大体こうね出揃ってきて、低価格帯って言ってもカメラで言うと大体10万15万ぐらいからにはなっちゃうんですけども、安いとは言わないんですけども、そのぐらいのカメラから高いカメラまで出揃っています。でまずベースとしてそもそも今のカメラどういうのを選んだ方がいいのっていう話と、あとは、予算の話をしておきたいんですけども、まずですねカメラって聞くと大体画質がいいの一眼レフね、こういう風に答える人めちゃめちゃ多いと思います。なんですけども、今はミラーレス一眼の時代です。もちろん一眼レフが悪いとかではなくて、ミラーレス一眼も一眼レフもどっちも同じ画質だよっていうのが今の時代って感じですね。ほんと一昔前とかはこう電力のね処理とかが難しかったんで、ミラーレスカメラのこう電池持ちが悪かったりこう効率が良くなかったりしてたんで、一眼レフの方がねプロ用っていうイメージあったんですけども、どっちもこうメリットデメリットあって、本当に並列に並べられるぐらいスペックが揃ってきてるなという印象です。で僕が今回紹介するのは基本的にはミラーレスカメラです。ミラーレス一眼ってやつですね。なんでかというと一眼レフから比べてやっぱミラーレスの方がちょっとちっちゃかったりするんですよ。でやっぱ今のトレンドでもあるので、どんどん各社ね出してるレンズとか新しいカメラっていうのは基本ミラーレスなので、なんで僕としてもミラーレスの方が押しやすいし、これから買う人がね、新しいレンズ買いたいよってなった時にミラーレスの方がね充実してるので、やっぱそっちの方がいいのかなと思います。もちろんどっちでもいいというか、極論フィーリングに合ったもう自分のね見た目かっこいいなと思ったものとか、そういうの買ってほしいんですよ。なんで僕がおすすめするっていうのはもちろんね後悔しないカメラをおすすめするんですけども、もう最終的には触ってもらって、これで写真撮りたいわ、これで動画撮りたいわって思えるカメラに出会えたらそれが勝ちです。それが絶対正解なんだから、今回のことは1個の参考にしていただいて、最終的には自分で決めていただければと思います。でカメラ買う時の予算の話なんですけども、できればもう15万ぐらいは用意しとかないとね難しいなと思います。ちょっと値段も高いんですけども、とはいえじゃあ5万とか3万とかで手に入れようと思ったら手に入れられます。なんですけども、やっぱね今ねこうスマートフォンがめちゃめちゃ進化してるじゃないですかね。スマホがめっちゃ進化して、これだけ画質がいいものがねこう目の前にあった時に、そのぐらいの3万5万のカメラって実際に撮れる写真はめちゃめちゃいいんですけども、やっぱこうカメラ内のモニターが汚かったりとかそういう風になっちゃうんで、ちょっと撮ってて楽しくないと思っちゃうかもしれない。だってさ、よく考えてみ、こうスマートフォンが今10万15万ないし20万ぐらいする中で、カメラの方がどう考えても大きいじゃないですかね。大きくて性能高いっていうのが10万15万かけれないと、もちろん当たり前だけどもね、同等以上の写真は撮れないですよね。なのでカメラで実際にいい写真動画撮りたいよっていう場合は、10万15万くらいから検討していただければと思います。でここからおすすめカメラのご紹介をしていくんですけども、まず最初にどうしても一番安く済ませたいよという場合の人はですね、本当に軽くにはなるんですけども、僕が始めたのはキヤノンの EOS KISS-X4 っていうもう本当に昔の一眼レフなんですけども、それでも十分綺麗な写真は撮れます。動画はちょっと厳しいけども綺麗な写真は撮れる。さっきも言った通り、このモニターの画質とかがあんまり綺麗じゃないんで、ちょっと使いづらいというかテンションが上がらなかったりはするんですけども、でも実際の写真っていうのは綺麗に撮れるんで、なんで古くてもいいよっていう形であれば、そのキヤノンの EOS KISS シリーズはいいのかなと思います。新しめのカメラであればソニーの ZV-E10、このカメラはもう本当にコンパクトで、ちょっとファインダーがね
ないこの覗き穴がないんですけども、ただすごい綺麗な画質で撮れます。動画のね手ブレ補正とかちょっと甘いかなとは思うんですけども、ただ写真とかはすごく綺麗に撮れるんで、この辺のカメラであれば10万円以下でギリギリ収まると思うんで検討してみてください。さてここからもう僕のねベストカメラ、これは公開しないだろうというカメラをご紹介していきます。予算別できればこう価格のね低いところ、さっきも言った15万ぐらいは超えてくる、15万ぴったりぐらいかな、だと思うんですけども、そのぐらいからだんだんとアップして紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。でまず、初心者というか、15万円ぐらいで収めたいなというところでおすすめなのがこの僕の持ってるカメラのこれ富士フイルム。この富士フイルムのカメラメーカーの XS10 というカメラを押します。これめちゃくちゃいい。この XS10 大体ね10万ちょっとぐらいで買えるのかなっていうカメラです。 APS-C センサーっていう、プロがこう多く使うフルサイズっていうセンサーよりも一回り小さいんですけども、その代わりカメラ自体がコンパクトでレンズも比較的コンパクトなものが多いです。で富士フイルムの特徴ってもともと写真で撮ったらそのままの色味っていうのがめちゃくちゃ綺麗なんですね。フィルムシミュレーションっていうんですけども、なので実際に写真を撮って、あんまり編集私しないよできないよっていう人でも全然十分綺麗な写真が撮れるというのが1個の特徴になってます。なんで写真もめちゃくちゃ綺麗に撮れるし、動画ですね、動画も 4K 画質が撮れます。後で出てくる動画って 4K の8ビット10ビットっていうね、またちょっと難しいのが出てくるんですけども、その2つで言うと色的にはちょっとだけいじりづらい8ビットっていうものになってしまうんですけども、でもそれでも十分ね綺麗に撮れたりするので、動画も写真もやりたいよで始めるにはやっぱぴったりな価格帯ぐらいのカメラだと思いますので XS10 はマジでおすすめです。欠点で言うとバッテリーですね。バッテリー持ちが結構悪いので、1日中撮るってなると 3,4 本はバッテリー欲しいのかな。ずっと撮るってなるとですけどね、動画をでもそのデメリットあったとしても、やっぱこの価格帯ぐらいでコンパクトで、あれだけコンパクトでレンズもね富士フイルムだったらそこそこちゃんと揃ってたりするので、明るいレンズもあるので暗いシーンも撮れるって考えると結構僕はおすすめかなと思います。本当ね、僕は何かとこれからカメラ始める人に割とこの XS10 をおすすめしちゃうんですけども、手ぐらい元々の写真の色味もいいし使い勝手もいいしってカメラなので、ぜひもう迷ってて、できるだけ安いカメラに抑えたいけども後悔はしたくないんだよね、絶対後悔したくないんだよねっていう人はこのね XS10 買ってみてください。後悔はしないと思います。ケイスケの動画ということで、まず1つ目は XS10 で中価格帯ですね。もう本当にある程度写真にもこだわりたいし動画にもこだわりたいよっていう人がたどり着くカメラで、だいたい30万いくかいかないかぐらいでね揃えたいよとなった時にもうおすすめのカメラがこれですよ。これが出んのを僕待ったんだから、これ実は去年ぐらいから手元に実はあってですね、今のタイミングでおすすめ全部紹介したらこれ出る前にいろんなカメラ買っちゃうからもったいないなと思ってたんですね。でついに2月に発売されることになりましたので紹介するんですけども、こちらパナソニックルミックス S5 M2 というカメラです。これめちゃくちゃおすすめ。僕もメインぐらいに使っています。でなんでこのパナソニックルミックスの S5 M2 がいいかって話なんですけども、まず値段です。値段本体だけだと24万23、4万くらいです。で、それが、レンズも含めてレンズの 50mmF1.8 っていうレンズと 20mm60mm っていうレンズ2本ついてなんと30万以下で収まるんですよね。こんなカメラないです。でフルサイズっていうセンサー積んだカメラで写真もめちゃくちゃ綺麗に撮れます。動画もねすごいのよ。動画も 4K の 60p ってこの前撮れるんですけども、で10ビットっていうさっきのね富士フイルムのカメラ紹介した時には8ビットって言いましたけども、それよりも色情報がいっぱい載ってあって、要は色すごい綺麗にいじりやすいですよとっていう10ビットが搭載されてて、でレンズもついて30万円以下ってもう他にないのよ。本当にない。ソニーだと α7-4 っていうカメラが似たカメラがねあるんですけども、レンズ乗っけたら40万ぐらいします。40、そうですね、もうちょいするかな、くらいだと思うんですけども、それと似たようなスペック、同等ぐらいのスペックがここに詰め込まれてるんですね。で30万円で収まるんで、なのでこれからも本当にちゃんとカメラやっていきたいんですよ。で写真も動画もやりたいです、1個カメラ欲しいんですっていう場合、抑えたいけどもお金は頑張ってかけますっていう場合はもうここにかけた方が絶対いい。それぐらいこのねルミックスの S5 M2 はいいカメラです。
でちょっと喋りすぎましたけども、すごくいいところをピックアップするとですね、レンズラインナップでいうとソニーとかよりは劣るんですけども、それでもシグマっていうね、パナソニックではないんですけども、シグマのレンズがすごく優秀なものがあって、これとかね、20mm70mmF2.8 っていうレンズなんですけども、もうこれ1本で何でも撮れるようなレンズも揃っていたりとか、最初からねついてるレンズキットで十分撮れるというのと、手ブレ補正がめちゃくちゃ効くんですね。なんで写真も綺麗に撮れるなんだけども、動画も自撮りとか含めて手ブレ補正ちゃんと効いて撮れるっていうのがこのカメラの特徴です。でバッテリー持ちもそんなに悪くないし、あとはリアルタイムラットって言って中に自分の好きな色味入れられるんですよ。こうラットっていう要はインスタのフィルターみたいな感じなのがこのカメラの中に入れられて、でそれでもうそのままの状態で写真とか動画の色味が作れるっていう機能も備わってるんで、本当にあんまりいじれないよっていう人でも綺麗に色味が作れるというのも特徴の一つです。でデメリットとしては 4K の 60p、 要は 4K のちょっとしたスローモーション撮りたいよという時に1.5 倍にクロップされちゃうんですよね。なんでそのぐらいかな。デメリットとしてはそのぐらいだったりとかするんですけども、もちろんもっともっと高いカメラから比べると写真の性能とか動画の性能もちょっと劣るところはもちろんあるんですけども、そこを差し引いてもこの値段でこのスペックで入るカメラって他にないんで絶対後悔しないです。なんでこれから頑張ってみたいよ、ある程度30万ぐらいは頑張って出しますって人はこれおすすめです。このルミックスの S5M2 で、最後もうこっからはお金出せますと、僕出せますっていう人は基本的にはその人のね趣味とかに合わせて買ってほしいんですけども、僕がおすすめするとすればこちらですね。ソニーの α7S3 というカメラです。こちらのカメラはもうめちゃくちゃいいカメラなんですよ。どっちかっていうと写真よりも動画特化です。で写真の方も考えるんであれば値段はかかるんですけども、こちらのね、ソニーの α1 っていうカメラとか、はたまたもうでっかくてもいいのであればニコンの Z9 とかはね結構究極の選択だと思うんですけども、その辺のカメラとかでもいいと思うんですけども、僕は結構このコンパクトさ、ある程度のちっちゃくて持ち運びやすいよってところも重視しているので、その観点からするとですね、このね α7S3 っていうのはめちゃくちゃおすすめです。でおすすめポイントを紹介しておくと、値段的に言うと、45万ぐらい、レンズも含めると560になっちゃうのかな、くらいの値段だとは思うんですけども、それでも有り余るぐらいの動画スペックで、動画はですねこれ 4K の 120p っていう 4K の5倍スローぐらいまで撮れます。なんですごい滑らかなスローモーションの 4K が撮れるっていうのはこのカメラの特徴。しかもさっきのね、こっちのルミックスのカメラみたいにクロップされたりしないので、どんなレンズでも綺麗に使いやすいというのもあるし、あとは画素数が1200万画素っていうねちょっと少なめなんですよね、カメラ他のカメラと比べると。だいたい画素数聞くと1200万画素って少ないってことは画質悪いみたいなねイメージになっちゃうと思うんですけども、そうじゃなくて1200万画素あればパソコンでもスマホでもだいたい十分なんですよ。十分綺麗で、プラスしてメリットがねあって、暗いところでもめっちゃ綺麗に撮れるんですよ。画素数少ない方が暗いところでも綺麗に撮れる。なんでキャンプ行くよとかちょっと暗いシーンでも撮っちゃうよって人はもうこれです。これめちゃくちゃおすすめ。写真でも1200万画素あれば十分だし、運動会とかね、ちょっとグッとクロップしたいよっていう人はこのねカメラだと画素数もっと欲しいよってなるのかもしれないんですけども、日常使いする分にはこのね α7S3 で画素数も十分だし、動画性能がなんてったってこのね他のカメラと比べてピカイチで抜けてるんで、これだと思います僕は。もっとね写真だけ重視するんであれば、さっき言った α1、ね、コンパクトさで言うと α1 だったりとか、大きいけどニコンの Z9 とかそういうカメラもありなんですけども、今のところ動画も写真もいけて、で特にね動画のスペックで差が出てくるので今のカメラって、そういう点を考えるとこのね α7S3 めちゃくちゃおすすめです。ケイスケの動画ということでめちゃめちゃ語ってきましたがいかがでしょうか。もちろん今回のおすすめというのは僕の偏見も入ってます。結構公平に見たつもりではあるんですけども、ある程度やっぱコンパクトであってほしいし、でかつコンパクトでありつつ写真の性能動画の性能どっちもいいよというものをピックアップしたつもりです。なので今紹介したカメラはきっと後悔しないです。しないので自信を持って買ってほしいんですが、冒頭でも言った通りカメラっていうのは本当ねフィーリングです。
フィーリング、例えばねこのファインダーで覗いた感じとか、シャッターのね押した感じとか、そういうもう一個一個、車とかでも似てるかもしれないんですけども、エンジンのかけた感じとかね、そういう一個一個の挙動が自分に合ってるか、自分の心をくすぐるかっていうのがやっぱ一番大事なポイントなので、ぜひ買う前には一回触ってもらって、なんか変なねカメラで後悔はしてほしくないんで、ぜひ手に取っていただいて、これもうこれで自分撮りたいと思うカメラ見つけてもらったらそれがベストなんで、ぜひねそういうカメラと巡り合えることを僕は願っております。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。